こんにちは、もずくです。前回で主要エリアは完成したので、今回の動画では余ったスペースや砂浜を埋めていきます。まだたぬき商店とかの施設も残っているので、その辺も使いながら埋めていきたいと思います。それではどうぞ。まず1つ目のエリア埋めは川岸の住宅地と町屋通りの間にある縦長の土地です。幅が結構狭いんですけど、奥行きがすごくある土地になっているので、まだ救われてる余ったスペースかなとは思います。あと隣のエリアの木ももりもりになっているので、ここもちょっと救われてます。で、この土地にはあと一人サブ住民を作ることができるので、そのサブ住民のお家を使ってお庭とセットの民家を作ろうかと思います。さっきも言ったように幅がないんですけど、なるべく縦長に庭を作りたいので、一番奥に建物は移設します。はい、するとこんな感じです。で、そのお庭なんですけど、和風のお家らしく鯉とかが泳いでそうな池を作ります。木も後から植えたいなと思うので、そこも配慮しながら大きさと形を整えていきます。はい、こんな感じになりました。小さめな池はひょうたん型に近づけると自然に見えるかなと思います。で、次は周りに木を植えていきます。木もほとんど縦並びでしか植えられないんですけど、一番手前に L サイズの木を植えて、奥にかけてモリモリになっているように見せてみました。はい、ということで木の間もモリモリわさわさにしていきます。本当は雑草多めでいきたいところなんですけど、雑草は150本以上生えると成長しなくなるので、島作りも終盤というのもあって150本に近いので、雑草の代わりに麦畑で補っていきます。あとは程よくアジサイの低木も植えて、さらにサボテンも混ぜていきます。これは隣の住宅地と同じ村という設定なのと、江ノ黒島自体江戸時代にあった架空の島という設定なので、大好きなサボテンを使ってます。で、ここにさらに池の周りにお花も植えます。島の特産花という設定のアネモネと、色が似ている白いパンジーを植えました。和のお花ではないんですけど、アネモネとパンジーという名前から考えず、なんとなく趣を感じる綺麗な色と、アネモネでもパンジーでもない、見た目は似ているけど和のお花の設定という風にしちゃってます。ではお部屋作りでいうところの間取りが決まったので、装飾をしていきます。まずお家の前に玉砂利の前デザインと階段で玄関を作り、後ろのエリアから白い獣道と石の前デザインで小道をつなぎます。次に住宅地にも使ったブロック塀の柵でお家の後ろの背景を軽く埋めて、小道の上にも麦畑を追加した後、玄関部分に和風の柵を立てていきます。そして人工的と自然の間の砂利の舞デザインで玄関部分の境目をなじませていきます。はい、こんな感じになりました。柵が加わったことで民家っぽくなってきたかなと思います。ではさっきと同じように手前にも砂利の舞デザインを敷いていきます。
はい、手前にも敷いたことで駅周りの土地が一気にこのお家の私有地になったかなと思います。では家具を置いていきます。江戸時代設定ということもあって、時代背景的に和風は和風でも使える家具がほぼほぼないので、使える和風家具も置きつつ、木箱などのどんな時代でも関係なさそうな家具を中心に置いていきます。あとは住宅地と町屋通りでもたくさん使っている青色の壺も混ぜてみました。はい、こんな感じです。個人的にデコイが気に入ってます。こういう小さな生き物が生息していることでリアルさも一気に出るし、なんて言うんだろう、なんかみんなここで生活してますっていう感じになるので、リアルさを重視する島作りやハピパガのお庭作りの時はよく使ってます。ということで1つ目のエリア埋めは完成です。次も住宅地から続く場所の L 字の範囲の砂浜と桟橋を埋めていきたいと思います。大きく3つに分けて、まず最初はさっき作った場所の前の砂浜から埋めていきます。実は動物のお家もあと2軒残っていて、この場所だとお家を建てる広さがあるので、しのぶちゃんのお家を使って埋めていきます。ちょうど住宅地とさっき作った民家の間にお家を移設して、こんな感じになりました。で、ここから家具を使ってさらに建物を増やそうと思うので、建物を作る位置にウッドデッキの前デザインを敷いていきます。そして砂利の前デザインを敷いて砂浜との境目をなじませていきます。ちなみに砂利の上にウッドデッキを作ったというイメージで敷いてます。はい、全体はこんな感じになりました。で、今から建物を作っていくんですけど、忍のお家、トンネル、小さなお店がくっついて並ぶように作っていきたいなと思います。まずトンネルをパーゴラで作って、隣同士の建物がくっついて見えるように西部の街並みを置いていきます。そしてトンネルの前にはおしごの塔と門を置いて建物の隙間をなじませて、和の建造物に見えるように瓦の前デザインを貼った屋台を西部の街並みの前に並べます。するとこんな感じになりました。今回は砂浜に作ったんですけど、エリアの境目とかに作るとトンネルがあることで自然にエリアを切り替えることができて、さらに建物自体も奥行きがあるので後ろのエリアとも喧嘩することはないかなと思います。では飾り付けをしていきます。忍のお家の前は木箱を積み上げて、壺で生活感を出し、石碑を表札に見立てて、波打ち際にはわかめとデコイを置きます。はい、全体はこんな感じです。何気に島釘でわかめを使うのは初な気がするんですけど、和風と相性バッチシなので置いてみました。わかめは他の場所にも置いていこうと思ってます。では次は屋台周りを飾り付けます。主要エリアではないので基本的に馴染みのいい家具を飾っていくんですけど、桟橋が近いというのもあるのでソリを船に見立てて干物を飾って磯感を出しておきました。ということで忍のお家周りは完成です。次は桟橋を飾ります。合併の船が現代的で気になるところなんですけど、夢見になるといなくなるのでそこの不自然さはなくなるのかなと思います。で、うちの桟橋は短いので木箱とビオトープ、アンドン、イカリでちょっとだけ飾り付けをして、あっという間に桟橋は完成です。
ということでこれで3つに大きく分けたうちの1つが完成しました。次は忍のお家の横の砂浜を埋めていきます。砂浜はギュッと詰まっているところとシンプルなところで緩急をつけたいので、この場所はシンプルに洗濯を干す場所として作ります。まずは隣の場所から続けて砂利の前デザインを敷いていきます。全体はこんな感じです。そしてこの上に物干し竿と洗濯桶をランダムに配置していき、波打ち際にわかめを置いたら、これでこの砂浜は完成です。次は縦長の砂浜を埋めていきます。ここはずらっと建物を並べたいなと思うんですけど、っていうのも町屋通りが思ったよりも小さな範囲でしか作れなかったので、砂浜を使って大きく見せるという感じにしていきます。まず最初は他と同じくウッドデッキの前デザインと砂利の前デザインを敷きます。手前にちらっと見えるパーゴラが可愛かったので、パーゴラを3つ並べていきます。そして西部の街並み、障子の前デザインを貼ったパネルでドアを作り、リアルな建物に近づけます。さらに島と練り子で1本木を覗かせて波打ち際にわかめを置きます。するとこんな感じになりました。建物が増えると島に住民がたくさん住んでいるイメージができて好きです。ではまだまだ建物を増やします。砂浜は崖を使って建物を作ることができないので、床の間を使って高さを出します。そして西部の街並みをくっつけてリアルな建物に近づけたらこんな感じになりました。高さの違う建物が並ぶと規則性がなくなるので、一軒一軒それぞれの生活がイメージできるようになるかなと思います。ではもう少しだけ建物を増やします。まずはウッドデッキの前デザインと砂利の前デザインを敷きます。奥に見える東屋の先が町屋通りになっているので、そこから一番近いこの場所はお店を作ろうかと思います。基本的に建物の作り方は同じで、床の間と西部の街並みを置いて、追加でカーテンのパーテーションでのれんのようなものを作り、裏口に見立てます。さらに隣は床の間と高さを変えて西部の街並みと屋台で建物を作り、裏には荷物を運ぶための幌馬車と音要員で獅子脅しを置いておきます。そして西部の街並みを横から見た時の不自然さを松で隠し、お店っぽく上りを配置し、エリアの一体感を出すために青色の壺や食器を並べ、和風なベンチと湯飲みを置いたら、これでこの砂浜は完成です。ということで西側の砂浜は埋め終わりました。次は南側の砂浜を埋めていきます。場所的には住宅地を右に進んだ場所にあります。まず右半分から作っていこうと思うんですけど、残り1軒のお家、時代のお家を使って埋めていきます。時代は農家さんにしようかなと思うので、この場所は畑を作ります。砂浜に畑って思うかもしれないんですけど、そこはそんなに気にせず、とりあえず畑の前デザインを敷いていきます。
そして砂浜に土という違和感を少しでもなくすために草の舞デザインを畑周りに敷いていき、新たに草地を作ってしまいます。すると多少の違和感はなくなるのかなと思います。畑には野菜に見立てた菊のクッションやアンスリウムをランダムな向きに置いていき、畑周りには丸太の杭で柵を作ります。そして畑らしくかかしを置いたり、竹のかごと千枚漬けの樽、落ち葉、干し草のベッドや木箱とビオトープで飾り付けをします。すると全体はこんな感じになりました。家具を置くとより馴染んだかなと思います。ではあと少しだけ飾り付けをしていきます。家の横にまた草の舞デザインを敷き、その上に松、そしてつまげた千枚漬けの樽にサトウキビを置き、デコイと灯籠、わかめを置いたら、これで時代のお家回りは完成です。畑を作る場所がなくて砂浜の上になってしまったんですけど、結果ここに作って超良かったです。では左半分も埋めていきます。緩急をつけるためにシンプルにしたいんですけど、それだけじゃなくて後ろのアネモネの小道を隠したくないというのもあるので、ここはお墓を作ろうと思います。まずはジャグの舞デザインでベースを整えていくんですけど、何回もこの過程を見てもらったので省きます。はい、ということで全体はこんな感じになりました。たくさんお墓を並べたいというのもあって割と広めに敷いてみました。ではどんどこお墓を並べていきます。2つのリメイクを数も位置もランダムに配置し2列並べていきます。お墓は隣同士を置いた時に隙間ができない家具なので、これだけで密度を出してくれるので気に入ってます。あとはバケツでお墓参りを表し、波打ち際にわかめを置いたら、これで南の砂浜は完成です。ずっとお墓を使ってみたかったのでやっと使えました。次は案内所横の土地を埋めていきます。ちなみにこの場所を埋めたら残りは砂浜だけになります。後ろにはお城エリアのつなぎ目があって、歩いていくとこんな感じになっています。絶妙な広さと前後の圧迫感が難しいんですけど、ここはたぬき商店を移設したいと思います。なるべく圧迫感を感じさせないように限界まで後ろに配置します。はい、こんな感じになりました。なんとか圧迫感を感じない位置に移設できたかなと思います。では後ろ側から作っていくんですけど、たぬき商店の後ろの崖はエリアのつなぎ目になるので、坂を設置するために崖を調整していきます。はい、全体はこんな感じです。これでスムーズにエリアを行き来できるようになりました。ただちょっと気になったのが、崖肌がずっと横に続いてて、なんか変化が欲しいなと思ったので、商店裏に滝を作ります。はい、こんな感じになりました。個人的に建物裏に滝があるのはなんか好きです。では上から順番に飾り付けていきます。屋台の中はいつも通り馴染む小物を並べ、地面には置かれっぱなしに見える家具を置いていき、その他の部分には植物を植えていきます。
はい、全体はこんな感じになりました。エリアの境目は特徴を出しすぎない方がなじませやすいかなと思います。では1段目を埋めていきます。まずは石畳の前デザインで案内所から砂浜まで道をつなげていきます。ちなみに手前のエリアは温泉宿エリアになっていて、そこでもこの石畳を使っているので、あえて揃えて同じ地区ということがイメージできるようにしてみました。はい、全体はこんな感じです。では次は木を植えていきます。このエリアもほとんど木を植えるスペースがないので、最初のエリアと同じく手前から奥にかけて木が大きくなるイメージで植えて、木を植えられないところには松を置いてカバーしていきます。そして山と山の間にある商店みたいな感じにしたいので、1列分の木を植えられるくらいの崖を作っていきます。はい、全体はこんな感じになりました。画面に変化が出るように手前の横一列に植えた木はあえて道を隠してしまう場所にも植えてみました。こういう部分で見えないところがあるとワクワクするので好きです。では次は木と木の間をもりもりわさわさにしていきます。家具を置く予定がないところは基本的に全て埋めます。木と木の間をわさわさもりもりにすると密度やエリアの満足度が上がるのはもちろんのこと、人が立ち入ってないイメージもできるのでおすすめです。はい、全体はこんな感じです。木の本数自体は少ないんですけど、画面の縁が植物で覆われることでもりもりわさわさに感じるかなと思います。では次は飾り付けをしていきます。案内所がどうしても現代的に見えるので、正面に鳥居と石獅子を置いて江戸時代と現在の境界という設定で作っているので、案内所横にも同じものを作ります。そして商店前にはのぼりとタヌキの置物、道沿いにベンチとデコイ、道の終わりに石碑と手押しポンプを飾ったら、これで商店周りは完成です。ベンチで休憩している鳥とタヌキの置物が気に入ってます。では次は東側の砂浜を埋めていきます。まず商店横の小さな砂浜から埋めていくんですけど、かなり狭いのでここは時男の時と同じく畑を作ります。土と草の舞デザインを敷いて、一旦こんな感じです。ここに同じように野菜に見立てた菊のクッションとパンスリームを置き、かぼちゃのランタンも追加します。そして丸太の杭で囲い、木箱とかかし、干し草のベッドと千枚漬けの樽を置いて、これで畑は完成です。でここからなんですけど、この畑の後ろは河口になっていて、さらに向こうに砂浜があります。向こうの砂浜はお城エリアの横にあって行けないようにはなっているんですけど、畑の場所からは一部見えるので、まだ使えてないキャンプサイトを移設して、樽と上りを置いて、船で海を渡る前などに作戦会議ができるような場所に見立ててみました。手前から見るとこんな感じです。これだと江戸時代設定でも馴染んでくれたかなと思います。ということでこの場所は完成です。
は最後はずっと下まで続いている砂浜です。使っていない建物もエイブルシスターズだけになったんですけど、江戸時代という設定と砂浜というのがなかなか難しくてまとまらなかったので、もう少し考えさせてください。なので一旦縦長の砂浜のところに温泉宿エリアからたぬき商店エリアまでつながる道だけ敷いておいて、この場所とエイブルシスターズはまたお散歩動画の際にご紹介します。ということでこれで余ったスペース埋めは終了です。いかがでしたでしょうか。今回は余ったスペースと砂浜を埋めてみました。屋ノ所島自体設定がちょっと特殊なので、もしかしたら参考にしづらいかもしれないんですけど、ご自身の島に合うようアレンジしたりして作ってみてください。ということでこれで屋ノ所島の島作りは完全に終了しました。あとはお部屋作りのみになります。またそれも動画にしていくので、フィルミ公開までお付き合いいただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。